今回は幻のビルド、やけどの青武器、焦土作戦 M416 を使った PVP ビルドについて解説します。今回のテーマは、単なるビルドの紹介だけではなく、徹底的な検証をすることに注力しています。必要であれば、タイムスタンプから気になる部分をご視聴ください。このビルドは、瞬間火力よりは継続火力よりのビルドです。このビルドは、単発武器よりは連射武器が好きな人、過体的に火力を出したい人、安定した火力を出したい人におすすめです。日本のワンスヒューマンの PVP は海外に比べて活発ではありませんが、これまでのクリティカルパルスメタ、ハンティングマークメタ、またはフロスト吸引メタの頃に遡っても、自分の周囲でこのビルドを使っている人は見かけませんでした。しかし、クリティカルパルスがナーフされた今、やけど M416 は、異能系で強武器となれるポテンシャルのある武器です。とはいえ、この武器は青武器で特別に強い効果を持っているわけでもありません。しかし、冒頭のように硬い敵を簡単に溶かすことができます。なぜでしょうか？もともと、このビルドは自分が一から考案したものではありません。このビルドのソースはポタトジエシュが紹介していたものです。このビルドについて調べたとき、彼の動画のみからでは、なぜこのビルドが強いのか、何を優先的に強化するべきかなど、このビルドの性質について、すべて理解することはできませんでした。自分がこのビルドに興味を持った理由は、使用する構成の多様化のためです。自分は普段から瞬間火力の代表格であるスポットオンを使用していますが、瞬間火力のビルドはその名の通り、即時に削ることが得意な部分である一方で、タンク系ビルドなど耐久力と回復力を売りにする相手に対して、即座に削りきれないときはそこまで有利に立ち回れません。倒すのに時間がかかる相手には、やはり継続火力を意識したビルドを用いるなど、一つのビルドのみを磨くのではなく、状況に適したビルドを持つのが重要ですね。今回の動画の目次です。今回はビルドを軽く説明した後、なぜそれが最適かについての説明を行っていきます。このビルドで必要なものについて。まずは、このビルドの肝である、アオレアリティの M416 が必要です。こちらは、町あさりで手に入る謎箱や、一種マシンの景品などから入手可能です。この武器のレアリティは青なので、この武器自体の星を上げるのは容易です。しかし、口述するようにこのビルドにおいては、武器自体の星はそこまで重要ではありません。PVP の防具では、重要防具にバーベキューグローブを用います。その他の部位でこのビルドに無難な防具を上げるとすると、この武器の場合は火力が重要になるので、個人的には、ストームウィーバー防具3つと、セイビアー防具2つで、回復速度とステータスダメージを増加させるのが、無難に強い組み合わせだと思います。それ以外には、こちらの組み合わせがおすすめです。PVP で代表的に使われる、プレイヤーの耐久力を上げるストームウィーバーとセイビアー防具。これらは、果たしてどちらが有効なのでしょうか？簡潔な答えとしては、状況に依存するが、どちらかといえば、ストームウィーバーが万能であるというのが、自分の肌感覚です。これは、次に説明するこれらの装備の性質に由来します。ここから、少しセイビアー防具と、ストームウィーバー防具の PVP における使用感の違いや、状況に応じて、どのように使い分けたらいいかを具体的に説明しますが、モッドだけを先に見たい方は、画面の時間まで飛んでください。セイビアー防具はどちらかといえば、重機ダメージ対策用の防具です。セイビアー防具は、3つ目のセット効果の回復が目玉の一つですが、それ以外にも、4つ目の V ダメージ軽減が耐久力を上げる強力な要素です。V 軽減とは、主に重機ダメージの被弾時に関係する軽減効果です。V 軽減には頭部軽減、胴体軽減、さらにセイビアーでのみ付与される手足軽減の3種類の効果が存在します。しかし、状態異常ダメージは、ステータスに付記された注釈を見てわかる通り、V ダメージ軽減の影響を受けません。つまり、今回説明するような状態異常ダメージ主体のビルドや、状態異常ダメージを与えるデビエーションの攻撃に対しては、全く効果を発揮しないステータスになると言えます。ストームウィーバー防具はどちらかといえば、状態異常ダメージ対策向きの防具です。ストームウィーバー防具の3枠目の効果は、被弾時にダメージ軽減 4% のバフを自身に獲得するもので、6回被弾する必要はありますが、最大で 24% のダメージ軽減効果を得ることができます。このダメージ軽減効果というのは、部位に依存しない、つまりどこに被弾してもダメージを軽減することのできる効果であり、状態異常ダメージも軽減させることができます。また、補足ですが、このダメージ軽減の効果は、中期や状態異常などの属性軽減や、部位軽減効果と乗算的に計算されます。つまり、胴体ダメージ軽減 20% とダメージ軽減 20% のバフがあった場合、胴体に受けるダメージは 40% 軽減されるのではなく、44% 軽減されることになります。他にも、中期軽減や状態異常軽減などのステータスは、相手の周期強化や状態異常強化のステータスと相殺し合うので、相手を倒し切ったり、生存するためには、これらのステータスを厳選する必要があります。よって、PVP では、いかに相手から受けるダメージを軽減しつつ、自分の強い攻撃を与えるかという勝負に行き着きます。これは、立ち回りとエイム力でダメージレースを行うことにも共通しますね。極論を言えば、車線管理などの立ち回りや命中精度が圧倒的に上手ければ、ダメージの出る PVE 装備を使っても、PVP 装備を使う格下のプレイヤーに勝つこともできるでしょう。ともあれ、PVP 環境の目座は常に変化し得るものであり、また、他プレイヤーがどの武器を使うかは、完全に想定できるものではありません。したがって、最終的には、個人の好みや判断によって選択する部分もあります。
結局のところ、無難な定石を知っておくことと、特殊なケースに応じた対応策についての引き出しを持っておくことが重要となります。今回の動画で取り上げられることはほんの一部に過ぎませんが、そういった意味で様々な視点を共有できればと思います。このビルドの強みを一言で表すならば、速い連射力で、火傷スタックを一気に付与して、高頻度、強力なドットダメージで敵を削り切るビルドです。そもそも、火傷ダメージとは何なのかについて説明します。火傷ダメージとは、射撃等で相手に火傷状態を付与した際に発生するドットダメージです。火傷状態は、0.5 秒ごとに一度ドットダメージをもたらし、火傷状態はデフォルトで6秒間続きます。火傷ダメージは、付与した後に再度付与することによって、火傷状態のスタックを増加させることができ、ダメージが上昇します。PVE においてはダメージの総量がより重要ですが、PVP においてはダメージの初速、つまりいかに速く、強くダメージを与えるかも関係してくるので、スタック数を増加させる速さも重要になります。ここで鍵となるのが、重傷火傷のマスクモッドと、バーベキューグローブの専用防具の組み合わせです。バーベキューグローブは、スタックが増加した際に、火傷ダメージの発生頻度を2倍まで高めることができます。また、この際、発生時間自体が短縮されるわけではないので、単純に、火力が2倍になります。重傷火傷のマスクモッドは、火傷に追加で 3% の超感覚強度ダメージを与えます。この効果の詳しい内容については、この後すぐに説明します。超感覚強度とは何でしょうか？超感覚強度とは、状態異常ダメージや特殊な装備を使用する際、そのダメージの根本となる重要なステータスです。超感覚強度は初めからプレイヤーに125付与されている他に、防具の装備や強化によって獲得することができます。防具以外からでは、ベースの値を強化する方法はありません。超感覚強度を一時的に強化する方法も限定されます。長期のように、弾薬や料理、武器の特殊効果は、状態異常系すべてに共通するバフですが、モッドでの超感覚ダメージを直接強化するのは、火傷に特有なものです。具体的に、重傷火傷のモッドは火傷ダメージをおよそ 25%、スタックの段階に関係なく直接強化します。また、これが青レアリティである、この武器が強い理由にも関係します。武器のレアリティや星強化の段階は、銃器自体のダメージの増加に関係しますが、超感覚強度には影響しません。そのため、火傷ダメージに特化する際には、レアリティは問題にならないのです。構成強化も、武器の性能を上げる点においては、同様のことが言えますが、構成設計図をつけた場合は、構成段階に応じてエレメントのステータスが上昇するので、その点は関係します。以上の通り、超感覚強度はこのビルドのみならず、状態異常系のビルドにおける要とも言える要素です。防具の星を上げることで体力も強化されるので、重機ビルドと状態異常ビルドのどちらを使用するにしても、PVP では装備の星強化が必須となります。とはいえ、装備の星強化には膨大な断片を必要とします。そこで重要となるのが、設計図変換を利用した効率的な星強化です。以前の動画でも紹介しましたが、星強化を効率的に行うには、設計図変換を利用することが必須です。アップデートにより、設計図変換の上限とその回復の頻度が大幅に増えたため、防具一つだけを星6まで強化してしまえば、全身すべて最大限に強化した状態で戦いに臨めます。星強化を効率的に行うには、次の原則に従うことが重要です。1、同じ装備の断片を使用して、2倍の経験値ボーナスを活用する。2、様々な属性の断片を使用する。2について、ご存知かもしれませんが、設計図の変換はその属性に関係なく行うことができます。そのため、設計図の星上げをするときには、他の属性の設計図を効率よく利用することが重要になります。星強化は、星が上がるにつれて強化に必要な経験値が増加するので、後半になるほど一度にたくさんの設計図断片を用意する必要があります。そのため、逆に、装備の星が低い段階では、素材が少ない、つまり獲得できる経験値が少ない属性の設計図に変換してから強化を行い、後半の星5や星6への強化の際に、まとまった経験値のある属性に変換し直してから強化する方が効率的です。つまり、具体的なステップとしては次のようになります。1、まずは設計図の属性ごとに、所持している断片の量、及び獲得できる経験値の量を確認する。2、星強化の段階に応じて必要な経験値を確認して、各星強化の段階で交換する設計図を決める。3、星が低い状態から、順次、2倍の経験値ボーナスを活用しつつ、次の星強化にちょうど足りる設計図に交換を行って、星の強化を行う。これを星6になるまで繰り返します。4、最後に、星6の設計図が完成したら、自分の使いたい装備と交換する。以上の方法で、属性の異なる様々な設計図の断片を余すことなく用い、効率的に星6の設計図を作成することができます。防具の場合、6つの部位を一度に全て星6にするには、とても時間がかかります。しかし、星6の防具を作成した後設計図を交換しても、作成した星は維持されたままなので、一度装備を作ってから他の部位と設計図交換を行えば、星6の設計図が一つでも、星6の装備を様々な部位で作成することができます。ここからはモッドについて説明します。モッドの属性について、基本的には、キーワードと異能、抵抗の属性のモッドを各部位に使用します。モッドには蒸気を使用します。主に、連射速度やエレメント、状態以上のステータス強化のバランスを優先しています。
抵抗モッドは好みが分かれるところですが、自分のおすすめとしては、胴体の抵抗モッドにはハードシールドが強いと思います。ハードシールドは、重機、状態以上のどちらにもまんべんなく対策できますし、デビアントを事前に出すだけで常時発動、被弾時に再召喚することで、最大体力の 60% 分のシールドに 15% のダメージ軽減を付与することができます。足の抵抗モッドは使用する構成によって分かれますが、今回の構成のような連射武器を使う場合、相手からの被弾が多くなりがちなので、逆境の戦意が良いと思います。それぞれの理想的なサブステータスは、異能については、状態異常ダメージとエレメントダメージ、加えて、各軽減効果や体力の組み合わせ。抵抗については、命中時のデバフや被弾時の軽減バフ、加えて、各軽減効果や体力の組み合わせ。キーワードモッドについては、キーワード効果3つと体力の組み合わせ。以上の組み合わせがおすすめです。抵抗モッドに関して、一般的には拠点戦など人数が多い戦いの場合は、被弾時のダメージ軽減が優秀です。しかし、火傷ビルドの場合、抵抗モッドの命中時のデバフが、火傷状態が続く限り発生し続けるため、デバフの継続時間の短さがあまり問題になりません。キーワードモッドのサブステータスには、火傷ダメージに加えて、効果時間、ブレイズダメージの3つがおすすめです。火傷ダメージ強化は、エレメントダメージと状態異常ダメージの強化に対して昇山的に働き、かつ、料理とキーワードでしか得られないので、最重視したいところです。ブレイズダメージ強化は、エレメントダメージ強化と同じですが、異能モッドと比べて、上限が 2% 低いので、優先順位はそこそこです。効果時間増加は、ある意味火力に直結しますが、PVP においては、相手プレイヤーがローリングすることで火傷状態を解除することができるので、有用になるかは場合によります。12% で発生する火傷ダメージに頼りきりなこのビルドで、発生確率は一見、垂前物のステータスに思えます。しかし、実際に試してみると、発動に必要な回数にあまり差は見られません。これは、このキーワード効果の発生確率増加が、加算ではなく、昇山扱いになっていることが理由として考えられます。公式が具体的に明言していないのはもちろん、確率の確認には膨大な試行回数が必要になりますが、他の文献や動画でも昇山扱いであると推察されています。例えば、この投稿では、600発分の射撃テストの結果、確率は昇山の結果に近いと述べています。また、この投稿のように、様々な武器に様々なモッドを自由に付け替えられるこのゲームでは、確率が加算だとすると、計算的にキーワードが付いていない武器でも効果を発動できるシステムになりかねません。もし、火傷の発動確率のサブステータスが上算だとすると、この場合、このサブステータスは他と比べて効果が薄いものとなり、優先順位は低くなると考えられます。もし、今後アップデートなどで、発生確率が、ベース確率への乗算ではなく、純粋な加算になった場合には、ベース確率が低い M416 の場合は、ことさらこのステータスが重要になると思います。しかし、現状では、ほぼ無意味なステータスです。食事バフについて説明します。火傷ビルドで有用になりそうな料理は、灼熱ファイアイックタルト、驚き春巻き、灼熱肉煮込み鍋、スターダスト串カツなどですね。基本的に、食事バフの効果内容は、エレメントダメージを上げるか、火傷ダメージを上げるか、マークをつけた後のダメージを上げるかになりそうです。抵抗モッドを使う場合と使わない場合で、モッドや装備から得られるステータスをまとめてみました。料理による最終ダメージの増加量を見てみると、エッグタルトが強そうに見えます。スターダスト串カツの場合は、ハンティングマークを付与するために武器を一度変える必要があるので、複数人での戦闘には不向きです。エッグタルトは、卵の種類による副効果がつかないため、強い副効果がつく料理を先に食べるのがおすすめです。攻撃系の副効果には、画面の種類がありますが、熊の希少肉を使ったランチョンカン、超感覚強度の強化、連射速度の強化などがおすすめです。副効果のための料理を作成する際は、ミニ缶の専門ミームを取っておくことで、生産効率が2倍になり、かつ料理が腐る心配もなくなります。エッグタルトを使うためには卵が必要ですが、効率的に卵を手に入れるには、ワニを飼育すると、副産物として定期的に入手が可能です。飲み物のバフについては、奇想天外飲み物が安定です。ステータスの増加量が大きく、火傷ビルドの瞬間火力に直結します。スターダストラズベリーかき氷には、デバフ効果の時間を延長するとありますが、自分が試した限り、火傷状態自体の時間は伸びなかったので、有用ではないと思います。ここからは、ビルドの紹介から少し離れて、他の組み合わせが使えないかについての実験を行っていきます。他の武器モッドの可能性について考えていきます。ローリングで火傷状態が解除されることが弱点になるならば、解除後スタックの半減にしかならない、あまり火のコアモッドが有効なのではないかと考えました。しかし、実際に使ってみると、このコア効果は自然にスタックが終わった場合にのみ効果が発動するものであり、ローリングによる解除には関係ありませんでした。フレイムレゾナンスは、火傷の最大スタックを2つ増やす。つまり、最大7スタックの火傷を与えることができますが、バーベキューグローブの特殊効果は7スタックまで上昇するのでしょうか。実際に試してみると、7スタックと5スタックで、見た目上は火傷の頻度に変わりはありません。つまり、頻度の上昇は火傷5スタック分までであり、1スタックあたり 20% 増加していると考えられます。しかし、フレイムレゾナンスで7スタック目まで上げればダメージは上がるはずです。一方、バーニングラースは
25% の確率で追加の火傷スタックを付与するので、ダメージの初速を出すのに向いていると言えます。それでは、実際にどの程度スタックの溜まる速さが違うか確かめてみましょう。ご覧のように、ワーニングラースは5スタックまでの蓄積が速いですね。半マガジンで5スタックすべて付与されています。一方、フレイムレソナンスはスタックの上限が増えるので、ドットあたりのダメージは高いですね。しかし、マガジンすべてを当てて、ようやく7スタックが溜まっている様子です。次に、武器の選択について考えていきます。そもそも、金武器である RPD で、火傷ダメージ特化の構成はできないのでしょうか。比較してみましょう。RPD と M416 で大きく異なるのは、取り回しやすさを除けば、その発射速度です。M416 は、ベースの発射速度が 750rpm、火傷の発生確率は 12% です。一方、RPD はベースの発射速度が 500rpm で、火傷の発生確率は 18% です。ちなみに、説明文には爆発で火傷を付与するとありますが、実際にはご覧のように付与されていませんね。発射速度と発生確率との比率を見ると、実質的には火傷発動回数の期待値は同等に思えます。それでは、実際に5スタックになるまでの時間を比較してみましょう。試行回数があまり多くないので、正確ではないですが、体感では M416 の方が5スタックに早く到達しているように見えますね。他にも、RPD と M416 には、装備自体に固有のダメージボーナスに違いがあります。RPD には、ブレイズダメージプラス 30% のボーナスが、M416 には、火傷ダメージプラス 10% のボーナスがあります。先ほど説明したように、ブレイズボーナスとは、イノームッドで得られるエレメントダメージと同等のステータスです。純粋なステータスの面では、抵抗ムッドを使った場合でも、M416 の方が 7.5% ほど、RPD よりも火傷ダメージを与えられるようです。精度や安定性、マガジン容量やリロード速度についてはどうでしょうか。M416 は、安定性がやや低く、マガジンサイズは少なめですが、リロード速度が倍以上速いですね。バーニングライスを使う場合は、半マガジンで発動するので、リロードの速いことは利点だと思います。しかし、発動確率も高く、マガジンサイズが大きい RPD には、例えばフレイムレソナンスを使用して火傷の最大スタックを上げるなどした場合、ダメージの初速よりも総合火力が必要になる相手に対して、高い継続ダメージを出すポテンシャルがあります。RPD の PVP ビルドの考案は、今回の趣旨とは異なるため、いずれ機会があれば、実際に使用感を確かめてみたいと思います。ここまでは、防具やモッド、料理についての話をしていましたが、サブ武器には何を持てばいいでしょうか。様々な可能性について検討してみましょう。一つ目は、動画の冒頭でも使用したスポットオンです。これは、切り替え後一発でも当てれば、ハンティングマークを確定でつけることができ、ハンターガードやハンティングマーク増幅の強力なデバフを与えることができます。しかし、欠点として、これはどちらかといえば、1対1での状況で有用なもので、他対1では、わざわざ武器を切り替える余裕がない可能性が高いです。二つ目は、クリティカルパルスを持つ選択肢です。こちらは、相手の射撃精度が下がった有利な状態になってから M416 で撃ち合うスタイルです。一つ目と同様、強みを発揮するためには、こちらが先制攻撃できることが前提です。三つ目は、単純に2丁持ちする選択肢です。こちらは、リロードせずに2マガジン分撃ち続けられる利点はありますが、そもそも、連射スタイルの構成はリロード速度を上昇させるので、あまり意味はありません。四つ目は、頬白を持つ選択肢です。こちらはまだ実戦で試していないビルドですが、火傷の付与後に相手のローリングを妨害するのに、猛撃が有用な可能性があります。ただし、5スタック付与して切り替えるタイミングが難しそうではあります。5つ目は、RPD をサブ武器に持つ選択肢です。M416 で素早くスタックを上げた後、レゾナンスをつけた RPD で、爆発ダメージとさらなる火傷スタックを与えると、削りきれない相手に対して強いかもしれません。ここまで、様々な点から、火傷の M416 ビルドについて解説、分析してみましたが、このビルドは、うまく刺されば高耐久の相手にも圧倒的な火力を出すことができるので、一度試す価値はあると思います。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。